日本史義盛と巴御前。侍所別当の和田義盛は木曽義仲が討たれると、その妾であった巴御前と結婚した。和田義盛と巴御前のその後を詳しく見ていこう。巴御前は木曽義仲の身の回りの世話をしながら、戦の時には戦場に立つ容姿端麗で勇猛な女性戦士であった。巴御前は義仲が源義経に討たれると、幕府軍に捕獲されて鎌倉に連行される。侍所別当の和田義盛は美人でしかも精悍な姿の巴御前に一目惚れする。義盛は源頼朝に懇願して御前を嫁にもらい受けたという。巴御前については義仲と死別した後出家したなど諸説が存在する。ここでは源平盛衰記に書かれている義盛との再婚説を採用したい。豪傑同士の義盛と巴御前は気があったのか仲睦まじく暮らし、二人の間には朝比奈義秀が生まれた。義秀は鎌倉一武勇に優れた青年に育っている。鎌倉幕府では北条氏によって比企能員や畠山重忠が誅殺される。さらに北条義時によって時政と牧の方が鎌倉から追放される事態となっていた。そして義時にとって侍所別当の和田義盛が新たな障壁となってくるのである。義時は単純で直情型の義盛をさまざまな形で挑発して謀反を起こすよう仕向けていく。1213年建暦3年信濃源氏の泉親衡が源頼家の維持千手丸を擁して謀反を計画する。計略は事前に発覚したが、和田義盛の子の義直と義重、そして甥の種長が事件への関与を疑われ捕獲される。執権義時は義盛の功績に免じて息子たちは許したが、甥の種長は縄でつないで義盛たちの面前でわざと引き立てた。激怒した義盛は挙兵を決意して一族の三浦義村にも協力を求めた。義村は起請文まで書いて協力を約束したという。ところが義村はすぐに義時に義盛の挙兵を報告したため、義時は戦に備えた。1213年建暦3年5月2日、和田義盛は和田一族150騎を率いて鎌倉の将軍御所を襲撃した。吾妻鏡によると、この合戦で最も活躍したのが義盛と巴御前の子息朝比奈義秀であったという。義秀は二人の血統を受け継いだ怪力の持ち主であった。若い頃には将軍頼家の面前で3匹のサメを羽交い締めにして捕らえたというエピソードを残している。和田一族は義秀の活躍もあり、一時は将軍実朝のいる御所に迫った。ところが御所を固めていた三浦義村が裏切ったために、和田一族はたちまち劣勢となった。
さらに大江広元が実朝の未教書を御家人たちに示したために和田一族は反乱軍となる。多くの御家人たちが雪崩を打ったように北条氏に味方したため、義盛たちはたちまち追い詰められた。それでも戦闘は鎌倉内で3日間も続いた。3日目の夕方、義盛は一番可愛がっていた息子の義直が戦死したと知らされると、大声で泣き叫んだ。そして自ら敵陣の中に突っ込んで撃たれたという。巴御前は和田一族が滅びると落飾して尼となった。その後、巴御前は木曽義仲の墓のそばに小さな草案を結んで供養する日々を送ったという。巴御前は当時としては稀な90歳を超えるまで長生きしたようである。